前回は殺人事件を解決したところ、犯人に関する妙に気になる情報が明らかになりましたね。探偵の想像力を羽ばたかせるのに十分な内容でしたが、まだ少し気になることがありますので、今回まずはそちらを確認していきたいと思います。というわけで買ってきましたコードブレイカー。コードブレイカーはパスワードを破ってくれる探偵7つ道具の一つです。こちらをセットいたしますと、自動でパスワードの総当たりを開始してくれます。待つことしばし。出ましたね。よく考えたら直接パソコンに挿せばよかったです。それでは気を取り直してメールを拝見いたします。ミルへ、あんなことを言われたのになぜ気になるのかわからないが、一緒に乗り越えてきたことのために最後に一つメッセージを残そうと思う。何ですかこれ？完全に見たことないタイプのメールです。ミルさんは前回逮捕させていただいた方で、元警官ながら殺人に手を染めてしまったという悲しい人物なのですが、こちらはそんなミルさんの身を案じるメールのように見えます。しかし、差出人がバグっているということを、このメールの差出人はすでにこの町からは離れているということ。言った通りに会いに行ったか？あの人はスターチを辞める手助けをしてくれるはずだ。お前は先に進まないといけない。でないとどうしようもなくなって他人を巻き込んでしまう。元パートナーより、覚えてるか？これは、スターチ、つまりあの会社のコーラ中毒であるミルさんに対して、あの飲み物にあまり健康的ではない物質が含まれていることは周知の事実なのですが、ともかく、ミルさんの元パートナーがこの街を去る直前にふと何らかの干渉を抱き、ミルさんの今後を案じるようなメッセージを残していったということでしょうか。軽い気持ちでメールを見に来ましたが思わぬ収穫です。かなり切ないストーリーが見えてきましたね。他にも、ミルさんがスターチコーラのサブスクを注文した形跡があります。その数なんと3日で48本。ミルさんの状態がかなり悪化していたことが伺えます。おそらくは、元パートナーのご想像以上に。いえ、むしろパートナーとの離別がスターチ依存を強める一因であったことは想像に難くありません。かつての栄光を忘れられないミルさんがスターチに逃げる日々の中で見た幻覚が引き起こした凶行だったのか、それとも銃の腕前を活かせる場所を求めたミルさんは殺し屋として働くようになり、スターチでその罪悪感をごまかしていたのか、もしくは、いやしかし本当に予想以上の収穫でした。まさかこんなに重厚なドラマが繰り広げられていたとは。これぞまさしく探偵仕事の醍醐味。ありがとうございます。良い事件でした。皆さんはどのような物語を想像しましたか？私のような探偵も元警官というケースが多いです。一歩間違えばという可能性もあるんでしょうね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。そういえば大きめのアップデートが来て街に色々と変化が起こっているそうですよ。これは早速ものすごい変化がお分かりいただけたでしょうか。時刻が非常に見やすくなりました。それだけでなく持ち物や所持金、現在のソーシャルレベルまでもが見やすく、こんなところにもアップデートがお分かりいただけたでしょうか。今度分かりましたよね。なんとオンマウスした時にアイテムなどの名称が表示されるようになりました。見えますよ。ヘアピンやクリップといったかき開け道具も格段に見つけやすくなりました。これはドライバー、これは缶詰、便利すぎます。これまでは目隠しをして手探りで操作をしていたと言っても過言ではないのでは。一度この視界を体験してしまうと二度と元の暮らしには戻れそうにもありません。本当に素晴らしいアップデートです。これからは人にシャドウズ・オブ・ダウトを進めるときに少し UI は独特というか使いにくいところもあるのですがすぐに慣れるのでというような言い訳は不要になりました。間違いなく神アップデートです。あれ？私のお宝はないんですけど、確かこのコラボの愛刀で使われた銃だけは依頼と全く関係のない場所で入手したんですよ。ということは、盗難捜査からのレアアイテム回収が禁止された？最低のアップデートです。などという冗談はさておき、本当に素晴らしいアップデートでしたね。本日は前回取得した新パークを早速試していきたいところですが、残念ながらなんだか今日は街が平和みたいです。全く事件の通報が入ってこないので、依頼でも受けて時間を潰しますか。募集、白分別のある人、必須スキル、撮影技術。これは手軽そうで良いですね。今回の流れとしては、依頼人さんからのご指示をもとにターゲットを特定、その後はターゲットに接触するために行き先や行動パターンを割り出し、しかる後に撮影、といったところでしょうか。それではご指示の方を確認していきましょう。おや、なんと、ターゲットを名指してご指名いただいております。大抵はターゲットの特定に最も時間を要しますので、今回はサクッと解決できそうです。よかった。早速ターゲットであるダニエルさんのお部屋で接触を試みていきます。ちょうどカメラの死角のようですので、ご在宅であればこのまま撮影を済ませて退散しようかと思いましたがどうも人の気配がしません。
セキュリティが作動していますのでこれはご不在ですね。ではお勤め先やよく行くお店などを探りつつ行動パターンの割り出しに移ります。お買い物リスト、バーで手に入る品物が多いですね。勤務時間をゲットと言いたいところですがお名前が違います。こちらはダニエルさんの同居人さんの情報でした。見つけましたよ。お勤め先はダイナー。お勤め先というよりダニエルさんご自身がダイナーのオーナーさんなんですね。勤務時間はわかりませんが、そもそもオーナーさんに勤務時間って存在するのでしょうか。まあお勤め先がわかればそちらで接触できる可能性はあります。オーナーさんということは店内でお会いできなくても事務所におられる可能性もあります。これは有力な情報ですよ。シャドウズ・オブ・ダウトは Steam で大好評発売中です。お仕事柄か随分とメールのやり取りが多いようですが、特に変わった内容はなさそうです。はあ、近いですよ。メールに没頭しすぎていました。あれ追ってきて。ない？もしかしてバレてない？いや距離ですよ。そんなことあります。どうやらダニエルさん、私に気づかなかったみたいで。危なかったですというかいくらくらいとはいえ今のは普通にアウトでは大丈夫そうですね。このままシャッターチャンスを狙いましょう。ドアに鍵をかけようとしています。今はこちらに注意を向けていないはず。よし、しっかり映っています。それではこちらを封筒に詰めまして様子を見計らいつつ退散します。お邪魔しました。ダニエルさん、酔っている風でもありませんでしたし、もしかするとあまりの激務で注意散漫になっておられるのでしょうか。思わぬ出来事もありましたが、撮影した写真を提出して今回の依頼は終わりにしましょう。実はこの提出先、ちょっと気になっていたんですよ。というのもどうやら提出先はガンママニュファクチャリング、つまり工場になっているみたいなんです。しかも工場の2階のリビングらしいのですが、一体どうなっているのかわからなくてワクワクしています。なるほど、工場の裏手に回るのですね。普通は工場の建物内は全て立ち入り禁止なのですが、ここは大丈夫みたいです。内装も工場っぽいし照明の色味が素敵ですね。これまでこの街で見てきた建物の中で一番好きかもしれません。住みたいかと言われると騒音に加えて治安もかなり悪そうですから悩ましいところではありますが。さて、大抵こういう時は偉い兄さんが中におられますので、お顔を拝見していきましょうか。どうもこんばんは。探偵です。はい、ご依頼を受けた時にお電話で聞いたお声ですね。ヤスミンさんとおっしゃるんですね。ご依頼ありがとうございます。勤務先、ラビットファストフード。ターゲットのダニエルさんのお店の店員さんです。なるほど。ヤスミンさんのメールも拝見したのですが、お二人の間に特別なやりとりなどは見受けられませんでした。てっきり、オーナーに牛の国参りで呪いをかけるために写真撮影のご依頼をくださったのかと期待していたのですが、実はヤスミンさんは複数名の社員を脅迫しているらしいんですよね。この何の変哲もないダイナー、ひとたび裏に回るとなんだか色々と大変なことが起こっているみたいです。一体、あのお写真を何に使うおつもりなんでしょうね。